本当は英語の方が簡単なんだけどね。ブラログ。ホラートゥドベンハルミです。ポルトガル語もうちょっと人気にならないかなって個人的に思ってるんですけど、全くポルトガル語に触れてない人からすると何ポルトガル語ってみたいな、なんか難しそう、全然わかんないって感じかもしれないけど、実は結構簡単なんですよ。私の今のポルトガル語のレベルも大したことないけど、でも日常生活では困らないし、なんとか仕事もできる程度で、ほぼゼロの状態でブラジルに来て、そこからコミュニケーションが取れるまでにどのくらいの時間がかかったかっていうと、3ヶ月の間にはなんとなく周りの人の言ってることが分かって、自分から喋るのも特定の人とだったら会話ができるくらいだった。っていうのは、私はすでに英語圏に住んでて英語が分かったから、それはかなり大きかったですね。だから英語がある程度分かる人だったらポルトガル語ってかなりすんなり入れて簡単なはずなんです。なので今日はそのポルトガル語が英語より簡単なんですっていうポイントをポンパパパパッといくつか挙げていこうと思います。これは一番大きい、日本人にとっての最大と言っても過言ではない壁、発音、会話ですよね。英語の学習で発音を壁に感じる人は多いと思うんですけど、その点ポルトガル語の発音ってもうカタカナで OK。ステップアップしていくためにはもちろんそのカタカナ捨てないといけないし、カタカナで言ってたらいつまでたっても外国人のそのポルトガル語っていうその枠から抜け出せないけど、でもとりあえずコミュニケーション通じるっていうレベルで言うと、カタカナで通じますよ。 70% くらいは通じるんじゃないかな。その点英語をカタカナで言っても絶対通じないですからね。英語って do とか does とか過去形になったら did になったり、疑問文になるとひっくり返したりいろいろしなきゃいけないじゃないですか。ポルトガル語はそういうのないです。ただの平常文、普通の文章の語尾を上げるだけ。つまり日本語と一緒なんですよ。例えば私自分がチョコレート好きっていう時はチョコレート好きって言うじゃないですか。もう主語も省いて OK。 チョコレート好きで、相手に聞く時何々さんチョコレート好きって聞く時、それも主語いらないよね。でチョコレート好きって語尾を上げれば疑問文になる。ポルトガル語もそうなんです。一緒なんです。で普通の文章があって、その語尾を上げるだけで疑問文になる。今日暑いよね。これかわいいよね。この最後のね、ポルトガル語も同じようにねって使うんですよ。文章があって最後にねって言うと不可疑問文ってやつですね。そう思わないっていうニュアンスでなんとかかんとかねっていうのって日本語と同じ感覚で使えるんですね。便利でしょね。こうやって単独でも使えるね。だって英語だとdon't you とか isn't itとかそれもまた文章によって適切なやつを選んでくっつけなきゃいけないじゃないですか。それが結構めんどくさい。でもポルトガル語はねで OK。 英語って don't、doesn't、 過去形だったら didn't、それだけだけどでも B 動詞だったら isn't とか、その過去だと wasn't、weren't があるか。でもポルトガル語って noun だけ、とにかく noun をつければ何でも否定になる。だから動詞と一緒にも使えるし、名詞とは使わないかだから英語で言うと be 動詞とか、他の do 動詞とかそういうのとかも関係ない。とにかく noun をつけるだけで否定になるから、これも簡単。英語ってルールがもうきっちりカチカチ。それをいいと捉えるか悪いと捉えるか、捉え方によってなんですけど、ポルトガル語って結構ね、文法ぐちゃぐちゃなことが多くて、ブラジル人自体も文法ちゃんと話せない人が多いっていうとちょっと語弊があるけど、日常会話の中では結構ちゃんとある文法を崩して使うことが多いから、学習者としてはそれだと参考書とかに載ってないから勉強しづらいっていう面もある。確かに。でも深く考えないでもいいっていう風に捉えると
英語よりも楽かなって思います。多少間違えても大丈夫。通じる。そう、さっきもちょっと触れたけど、主語いらない。英語だといちいち I だったり You だったり誰々さん、あなたと私とか、とにかく主語を入れなきゃいけないけど、ポルトガル語はもう主語いらない。その代わり動詞を変化させないといけないんだけど、それは置いとこう。で、困ったらとにかくもう一ボーンとか言っとけば周りの雰囲気が和やかになります。ここはやっぱりブラジル人の気質で根っから明るいので、たまにねなんか暗い人もいるんだけど、とにかく笑顔で「ムイトボーン」とか言っとけばもうつかみは OK、 コミュニケーションバッチリ取れます。ということで今日はポルトガル語が英語よりも簡単に学べるわけ、いくつだったかな、7個ポイントを挙げて動画作ってきましたがいかがでしたか。またこんな感じの動画見たいと思ったらいいね押してください。チャンネル登録もよろしくね。それからセカンドチャンネル日本語講座ブラジル人向けのチャンネル作ってます。こちらもぜひチェックしてください。じゃあね、チャオチャオ、ベイシュ。